本動画は絶賛配信中のウルトラマン、マーベルコラボ漫画である、ウルトラマンアロングケイムアスパイダーマンの内容に触れるネタバレありの動画となっています。公式サイトでの読用後の主張を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。クソワクワクする始まりじゃん。松本先生はウルトラ Q 好きな人？タイトルを一切見ずに本編を読んで嘘だろってなった。タイトルとか見てなかったから突然出てきたヒーローにびっくりした。読み返したら列車から落ちる時にどこかで見たエフェクトがあった。コロコロはこういう漫画連載するって分かってたつもりだったけど予想の斜め上を行かれた。何気にコロコロにウルトラマンが帰ってきたんだな。何年ぶりだろ。いきなり異次元列車か。異次元列車ってウルトラ級の。いきなりネタが濃いな。不気味な雰囲気と後味の悪い結末で人気のある、開けてくれ。だが、怪獣も出ない上に難解なストーリーだから、という理由で1966年5月15日の本放送される予定だったが見送られ、日の目を浴びることになったのは再放送された1年半後の1967年12月14日のことだった。異次元列車が異世界トラックみたいな扱いになっとる。異次元列車はウルトラ Q 最終話に出てきた謎の存在だよ。この世界に飽きた人や居場所がない人をランダムにさらっては理想郷へ連れて行く。降りることもできるけど一度でも降りたら、やっぱりこんな世界より理想郷がいい、と再び望んでも二度と乗れなくなるよ。乗りてー。でもガチでランダムだし気がついたら乗ってるから家族にお別れ行ってないとか残してきた漫画読んでないとかそういう事情もお構いなしなんだ。異次元列車の理想郷この手の作品だと何かしらでかいデメリットありそうなもんだけど書かれてないし、マジモンの理想郷っぽいのがすごい。理想の世界に連れられたんだろ。下車させられたけどこの場合どうなるんだ。異次元列車は理想の世界に連れて行く、とされてる。けど編では結局どこにたどり着くのか明言されなかった。ちなみに途中下車した人物がどうなるのかについても本編では明かされず行方不明という扱いだった。今回ピーターは初の生還者というわけだな。ここは地獄か。って言ってるけど、いやあんたらの方も大概だろ。でかい宇宙おっさんとか来るし。怪獣もピーター合わせだ。ジャパンでピーターが暴れるのはその手があったかってなった。ピーターってそっちかよ。ピーター可愛すぎない？これどっちがやろうって言い出したんだろう。ウルトラ級のピーターって知ってる人どれだけいるねんわら。にしても異次元列車がプラレールまんまだけど色々大丈夫なんか？現時点だとウルトラマンよりもウルトラ級要素の方が強い。鉄風のやつがまた変なことを。と思ったら違った。とうとうマーベルヒーローも異世界に行くのか。と思ったらすごいとこ行ってた。ああはいはい異世界転生ね。と思ったら想像のかなり斜め上のものが来た。急にウルトラマンが出てきた。2話の最後のウルトラマンめちゃくちゃ書くのうまいな。なんかこう、すげえウルトラマンって感じだ。ジラースを出してゴジラだ、ゴジラだよ、とかやらそう。OH、あれってゴジ、遮る早田のセリフ。海外の方、かっこよすぎる。ちなみにマーベル側のコラボだとザラブ星がギャラクタスに滅ぼされてザラブ星人がヘラルドになるぞ。こいつならまあええかってなる星人のチョイスだ。テラシオンにリセットされるくらいの理不尽なパワーさだな。早速のピーター曇らせが松本重信すぎる。スパイダーマンにジャミラやシーボーズと戦わせよう。社長はさ、社長の言ってることもわかるんだけどね。でもまあ難しい話だ。ヒーローが MCU 仕様だから中身社長の可能性もワンチャン。社長の言うこともわかるけどスパイダーマンがそれを受け入れられないのもわかる。アイアンマンのキャラに違和感あるな。MCU なら絶対言わなさそうなセリフ。本家アメコミなら違和感ないのかな？アイアンマンってあんな感じに怒るんだ。めっちゃあんな感じだよ。アイアンマンは極めて現実主義の大人なのでああいうことは普通に言う。実際元凶を倒さないと犠牲者増えるばかりだしな。あとあくまでも戦闘班と救助班分けてるって話ではある。助けを呼ぶ声が聞こえるんじゃ少数の犠牲で切れるわけもないよな。特にスパイダーマンはスパイダーセンスがあるからめっちゃ聞こえて辛いだろうな。実際助けなかったらあの時アベンジャーズは瓦礫に埋もれてる人間たちを無視した、って非難されたりする。実際映画でもそんな感じの批判されてるし、コミックだとそらもう色々ひどい歴史があるぞ。救助活動に切れるアイアンマンだの怪獣大暴れしてるとこで棒立ちしてる早田とか違和感あるとこ多かったっすね。救助活動ぶりが結構印象的だもんなアイアンマン。そもそも一作目からして平和のために役立ってると思っていた自社の兵器残量がテロリストに横流しされたのがショックでヒーローになったからな。
ホームカミングの時も自分の力を過信した結果、余計な犠牲を出しそうになったピーターにキレていたし、少なくともトニーは傲慢なところはあるけど、必要な犠牲もある、なんて言わないと思う。別にウルトラマンもマーベルもキャラの解釈違いを起こされても、マルチバースだし、で済むからな。これが MCU のアース616ですとか、本家テレビシリーズのウルトラマンです言うなら、違うそうじゃない。だけど、いろんな世界線があっていろんな作家が書いてるからいろんな解釈があるというのは確かにその通りなんだけど、それでもキャラによってある程度統一されたイメージというのはあるしそのイメージからかけ離れた描写があったら当然叩かれるよ。それに上でも書いたけど、ヒーローの仕事は敵と戦うことで人命救助ではない。というのはアイアンマンのキャラに合ってないというよりアメコミのヒーロー感とかけ離れてるんだよな。MCU もシビルウォーでの考え方は逆だしイメージは合わないけどまあそういう世界観として今は受け止める。言ってることはわかるけど分量じゃダメなんすかね、社長。人を救うことを諦めて、戦うことに選択肢を狭めた経緯があるのかもね。あの流れでピーターがいなくなるの社長のメンタルやばそう。いやいつもやばそうではあるが、助けるのも戦うのもヒーローの仕事だけどじゃ択一を迫られた時どうすべきなのかって普遍的なテーマから始まるのもいいし、旧ネタ満載だし油断ならないクロスオーバーだ。つかみは悪くないと思うけどピーターの見た目がハーレム系の漫画やアニメによくいるタイプの主人公みたいなのが気になるな。幼くなったエミヤシロウ。スパイダーマンもウルトラマン、ハヤタも知らない顔の知らない設定で出てきたのでよく知らんキャラ同士がコラボしてるな。と思ってしまった。せめてハヤタの顔か言動は本編に寄せられなかったのだろうか。今風の爽やかイケメンというか、まあ確かに違和感はあるな。ハヤタはもっとぺったりなでつけた髪型が良かった。今のトレンドだからしょうがないだろに合わせて見た目が変わるのはしょうがないだろ。それに話がちゃんとしててこれきっかけにマーベル、ウルトラマンを見るようになれば見た目は何でもいいわ。いきなり変身するところを目撃されるなウルトラマン。さすがに雲の糸でかっ飛んでこられて目撃されるのを想定するのは無理だし許してあげようよ。初代ウルトラマンって正体バレたらまずいの？まあ新役者に普通に狙われるし、今時寿司藤山芸者はないだろピーター。でもほら世界シルバー侍いるし、マーベル世界の日本って普通に、寿司、忍者、芸者、侍、やってそう。ヤクザもいるぞ。怪獣相手にスパイダーマンができることあんのか？ブリキおじさんが宇宙人連合と組むらしいからそっちの相手するんだろう。ブームって元はファンタスティック4の敵じゃなかったっけ？世界観共有してるからビッグネームは大体面識ある。ブームが悪魔博士じゃないから宇宙忍者 VS 宇宙忍者はさすがに無理か。ブームの、貴様らアベンジャーズが楽しく殺し合いをやってる今日も他の国では上で何万人もの人間が死んでいるのだ。ってセリフ、ヒーローものの矛盾点をついててすごいな。ブームのテロ行為もアメリカ中心の世界のルールを変えようとしてるとかだったらすごい。毎週更新って書いてあるけどいいのか。各週じゃなくて、大変ありがたい。このクオリティで毎週、コラボ案件出し短期連載だろうからもう最後まで書き上げてあるものを1週ずつお出ししていくとかそんな感じだろうか。松本勝先生つい最近また週コロのジュエマの連載再開したから並行連載してるとは仕事量的に考えにくいし。さすがに多分単行本1巻分とかの企画なのかな。1話が濃くて2話があっさりに感じる。ページ数が半分くらいだしね。鉄風が公開して楽しみが減ったと思ったらおもろそうなのが始まったな。